どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。侵入経路不明のナメクジに月2で脅かされるさやです。うちの実はやそれたまにいるんだよね。キッチンのさゴミ出そうっつってさドゥンみたいなのが放置してるわけじゃないのに、気づけばたまにいるのよあいつら。突如として発生した謎の生き物みたいな感じで出てくんだよね。もうほんと恐怖でしかない。あれ謎なのよ。何をされたわけでもないが恐怖でしかない、ということで今回ですねこちらでございます。なんだか誰でしょうか。せーの、かわいい犬。急にどうしたの何いつもこうじゃん。いつもこう書いてなんで急にこうなっちゃう急に 3D になんないでしょということで今回こちらです。ミリシラ。いや夏目さんち定番企画というか、でも最近全然やってなかった。全然よ。のもまあまあいろんな理由があるんですけども、ミリシラが何の略なのかもわからないぐらい、嘘でしょ。ほんと嘘。ミリオネラシラス。どういうことだよ。いやさっぱりわからない。すげえ大量のしらすじゃん怖っまあミリシラお絵かき対決、まあ夏目さんち結構ね昔からやってて、もう本当に夏目さんちがお絵かきチャンネルに移行したのもここ企画からと言っても過言ではないという企画なんですが、2021年の2月に落書き部屋でやったのが最後で、配信中にちょっとなんかお遊び程度にやってみたりとかやったはしたかもしれないんだけど、多分ね動画として出してるのは去年の2月が最後なんですよね。丸1年ぶりですよ。丸1年ぶりのミリシラお絵かき対決、なんとそのねリクエストいただいていた中の一つ今回やらせていただこうと思います。おーい。ということで今回やっていく企画はこちら。プロの絵師が1ミリも知らないエデンズゼロのキャラクター、名前と設定からキャラデザ当てられる説。いいやんいいやん。何をということで今回は久々のシリーズかつマガジンのね大人気漫画エデンズゼロ、真島ヒロ先生ですよ。まずレイブで小学生ぐらいのワクワクというか、あ、そうそうね、育てられでフェアリーテイルがちょうどジャスト中2ぐらいで刺さってありましたよ。ブルー投げる練習とかさ、あと段ボールでめっちゃでっかい剣作ったりとかしなかった？それはしてないわ。真ん中になんかさビー玉とか入れてさ、これレイブっつってやるいやでも本当にはい真島先生作品っていうのは僕たちの青春なんですよ、で今ただいま最新作エデンズゼロ、はい連載中なんですが、はい真島先生作品好きなくせにエデンズゼロをまだ履修できてないとはい。いう状況の中、なんと公式さんから案件でございます。ありがとうございます。はい。今回実はエデンズゼロポケットギャラクシーっていうスマホゲームが出るらしいです、おー。いやてか僕たちが読んでない間にうんアニメ化もしてたし、うんなんとゲーム化も決まったと。どっかに監禁されてたなんなんだろうね。でも本当にこれ嘘じゃないんだけど、うんわざとシャットアウトしてたわけでもなく、ん漫画を読みたいやつとかも読めてない時期があって、読みたいわけよ我々いや読みたいよ。そう実は真島先生の作品好きなんですけど、実はまだ僕たち読んでなくてっていうお話から、はい。じゃあミリシラどうすかっていう流れになりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで早速ミリシラお絵かき対決やっていこうと思います。ということで今からですね早速やっていきたいと思うんですが、最近我々気づいたんですよね。これスケッチブックに書きゃいいんじゃねえかっていう。紙ペラだとさお互い干渉し合うというか、その紙ペラ最終的にわらちゃんのベッドになっちゃうからさ。いやそうなんですよ。だからまあせっかくなんで今回から1個のスケッチブックでやっていこうかなと思うんですけど、ということで今からやっていきたいんですが、はい今回なんか軽くねキャライメージということでね色もつけながらやっていければと思いますので、はい15分でミリシラで想像していくと、今回はですねいただいてるのはキャラクターの名前、そしてキャラクターの革新的な部分じゃなくて、うん本当のざっくりとした設定、はいもちろん用語は僕たちは知らない状態です、じゃあまず第1回戦目いきます。はい。第1回戦目はワイズ・シュタイナー。ワイズシュタイナー。簡単な設定こちら、はい。惑星ノーマ出身の青年、ノーマ。機械を改造するエーテルギアマキナメーカーを駆使する。じゃあ参りましょう。はいじゃあ今回は15分15分で。はいよーい。でもね、さやさんね、これ一個確信があることがある。あ、同じこと言うかもしれないんだけど1個確信があるんだけど、主人公じゃない私も思ってた。でしょ。真島先生のそう漫画を今まで読んできた経験のある僕たちは、そうレイブは春。フェアリーテイルは夏夏なんか季節にまつわる名前をっていう、あそうそう確かこだわりが
今回ね情報にはほとんど性別が書いてあるっぽいんだよね。フェアリーテールかっこいいんだよな。そうぶっ飛ばしてるシーン、気持ちいいよね。そうこう開いてバーンってやつがすごい好きで、昔ねすごいやってたんだよ、家で一人でさ。フェアリーテールごっこやばいやつじゃん俺ドラグニルじゃんいや夏ドラにグニルになってるのかと思う。一応エデンズゼロの案件なんでやめてください。フェアリーテールの話ばっかりする。今エデンズゼロの情報いやそうなんだよ、そう結局ねゼロだけにね。やめた方がいいと思うけどやめて回さないで。ちゃんとね今頑張って意識してる。真島先生だったらこういうキャラクターを描きそうだなっていうのを意識して描いてる。ワイズ・シュタイナーでしょ。シュタイナーって名前なんかさ博士っぽいキャラなんじゃないかな。いやそうそれを賢いやつだと思う、絶対賢い。機械を改造するから、絶対賢いキャラだと思そう違ったらごめん本当にめっちゃ一応予防線貼っとくわめっちゃやばいごめんなさい本当に調子乗って。さあということで15分だいたい経ちましたので、はい第1回戦目ワイズシュタイナーせーのでどん。うわーおるーお互いおる。最初はやっぱり主人公に反発してるタイプで、いやこれね惑星ノーマ出身って言ってるじゃないですか。多分だけど主人公が旅に出て1個目じゃなくて2個目の星で富裕層と貧困層がはっきりしてるところの貧困層の廃材屋さんとかにいるやめっちゃっぽいつでよそ者に対しての反発心が強くてみたいな。でさやさん、はい天才少年ですよ。なんかちょっと好きに寄ってる感じあるね。もう好きに寄せたもん。若干いやもうこれメガネかけてて、ちょっと髪の毛長くて、全体的になんていうのこうダボっとしたシルエットのキャラクターで、使う時はホログラムみたいなのがバーンって出てきて隠してるタイプ。そうで凄腕の飛行士とかなの、パイロットとして仲間に入るみたいな。パイロットとして仲間入りするんだね。そうまあという感じですかね。じゃあお次参りますか。はいということで次のキャラクター名はこちら。ででん。四季グランベル。四季。はい、いただきました。主人公です。これは主人公です。絶対に主人公です。これは春夏秋冬の四季でしょこれ。満を持して全季節来たかっていう。全季節ってことだよこれは。いやこれは合ってると思う。合ってるんじゃない。これ主人公だと思う。設定がですね、惑星グランベルで機械と共に暮らしていた少年。おー。でもやっぱ機械か。機械はかなりキーワードなんだね。機械と共に暮らしてたってことはロボットみたいなやつってことかな。重力を操るエーテルギアの使い手で重力。自由自出たエー在に飛びテルギア。回ることができる。心配になっちゃうぐらい強くない？重力って。クソ強いだよ。じゃあ四季グランベル、はい15分用意スタート。スタート。待って、春は銀髪だった。夏はピンクだったよね。そ同じ髪色ではないと思うんだよな。四季だからツートン。なんで四季だからじゃあフォートンになっちゃう動かしやすいキャラってなるとやっぱりでもな肌は出てた方がいいのかな。腹筋は出てた方がいいな。夏やないかい顔が。夏やないかい顔が今までのさ春もさ小さい島でずっと暮らしてて、で夏もさ一緒にドラゴンとずっと暮らしてたからあんまりこう物を知らないみたいな流れがあったじゃない。確かにいろんなことに感動してくれる主人公っていいもんね。確かに。危ねえ何こことかになんか紋章入ってたらぽいんじゃないのって思ったけど、それ夏やないかいってということでごめんなさい20分経ちました。すいません終わりませんでした。ということで20分間、四季グランベルミリシラせーのでどーん。すごいぽい、めっちゃぽい。これが合ってるかどうかはともかく、真島先生の漫画に出てくるキャラじゃない？かっこいいめっちゃ。ちょっと白髪にすると春がよぎるんだけど、イメージとしてはこの重力だから黒と紫みたいな、かつ主人公だからやっぱ赤色入れてみたいなっていうので、ちょっとさやと同じだねそこは。そうね。同じじゃねここ。どうした首なんか兄弟みたいな。なんか友達じゃんじゃん。かっこいい。こっちが重力重くして、こっちが軽くするみたいなさ。左と右で役割が違うタイプだね。そうそれをこう使い分けていくみたいな。なるほどね。だけど、結構おバカさんだからもう感覚でやってるみたいな。なるほどね。そうこいつは直感でやってるんだ。そんな難しいことやってるのみたいな驚かれるみたいな。天性の。そうということで、主人公であろう四季グランベル君でしたね。でした。次行きましょう。ね。ミリシラ楽しい。OK じゃあ次。お名前は？お名前。はい。レベッカ・ブルーガーデン。レベッカちゃん。これがね設定が面白いんですよ。動画配信者。動画配信B キューバーとして活動している。B キューバー。おそらく同業なのでは？おそらくこれは肝心の動画は全く評価されず再生数は伸び悩んでいる。駆け出し YouTuber みたいな。B キューバーね。ってことは。じゃあ頑張ってんだ。わかるね。どんな企画やったら伸びるかとか考えて悩んでるんですよきっと。悩んでるんだ。ファンタジーの世界じゃないみたいな。
いやほんとよ。急にレベッカちゃんとだけ距離近いんだけど、そうレベッカちゃんとだけはなんか共感し合える。そうよくわからんけど。じゃあレベッカちゃんスタート。なんか動画配信をする子でしょ。そうね。だから多分おとなしい子じゃないと思う。ああ結構活発系のね。そうで確かに。足ムチムチだと思う。それはもう毎回ねムッチムチ強だと思う。調すんだそんな。ムッチムチだと思う。あそこ？何の伏線張ってん？でね、絶対なんかね、ちっちゃい生き物持ってる。プルー的な立場がいる。マスコットね。そうむしろプルーがいるんじゃないかなと。プルーが別の名前でいるかもしれない。書くなプルーを。お花がトレードマークなの。中島のこと？違うよ。次々出すな。レイブにね、中島っていうすごいでっかい花が出てくるんですよ。うん。本当に大好きで、それが。好きそう。でお父さんとなんかうちにどうやったら中島つけれるのかなっつってすごい真剣にお父さんと話しちゃったことがある。つけるならここかなとか言ってもらっちゃうの。どうしたの？寄せすぎたまた。僕真島先生の作品やっぱ好きなんじゃないかな。いや大好きでしょ。いやそうなんだけどさ、いや私たち世代は好きでしょみんな。逆にレイブ嫌いな人おるみたいな。伏線すげえって思ったの初めてかもあれが。うん。まだもう一回読み直したくなってきた。いやエデンズゼロ読めよ。本当よ。気づいたの。うん、気づいちゃった。ということで多分ヒロインレベッカちゃんブルーガーデンせーのレドン。あぽーい。でしょうん、書いちゃった。ブルーじゃん普通にプーンじゃないのプルーじゃんただのもうあら可愛いけどさ、どうすか。カメラがいっぱいそう周りに浮いてる。る GoPro みたいなさ、うんうんアクションカムみたいなやつがもっとさ、うんうん。こうふわふわしてるみたいな空飛ぶカメラっぽい生き物と一緒に動画配信活動してる。こんな感じよ。ねなんかこうでもちょっとこうなんていうのこう惑星とかを、はいはいこういろんなところ行くあ旅系 B キューバー。確かに旅系ね。式がちょっとこう面白いことしてくれるからついてってる。これちょっとちゃっかり者系のい女の子。やでもねほぼ一緒イメージ。うん。いやでもね結構家系だよ私。髪の毛完全に上げてるのは家系。あまあ確かに、うん。僕はお気に入ってる。お前はそういうやつだよ。お気に入ってるからこそ外した時ちょっと気まずい。全然外した時めっちゃ気まずい。じゃあ行きましょうか。正解発表？正解発表いきましょう。はい。でこの後ね正解発表した後にもう一気に漫画を読んでいきます。はい。そしてしっかり漫画を読んだ後もうゲームを楽しませていただこうとはい思いますよ。ということでまず一人目はワイズシュタイナワイズシュタイナこちらです。せーののドドン。大外れ。めっちゃ色男系じゃない？金髪こいつかい。金髪やないかい。あれまあまあ同じ色別にいることもあるからね。うん。お？なんか戦闘スーツみたい。あ、じゃあ結構バリバリ戦うのかな？そういう感じだね。なんか見た感じだと、この船俺にくれよ。そしたら空に出してやるぜ。あ、紅葉。いい線いってんじゃないですか。操縦士。あ、でもそう操縦士のイメージはあったから。じゃあ行きます。はい、次。四季グランベル。はい。せーの。全然ちゃうやないかいって。ゲンさんすごくない？すごくない？これさ髪の毛黒くしたらさ結構いい線いっちゃうんじゃないこれ。でも絶対この子主人公でしょ。これで主人公ですね。だよね。はい。お、マザーに会いに行くんだ。かっこいい。これやっぱ旅ですね。ね。レベッカに連れられ宇宙へと飛び出していく。友達を100人作ることを最初の目標としレベッカと共にマザーを目指す冒険を始めていく。あ、やっぱりじゃあ外の世界に出ていろんな、うんうん。出会った人たちみんな友達になっていくみたいな。金髪ここじゃなかったな。これあれだったね。ワイズだったね。ワイズだった。次。じゃあ次レベッカブルーガーデンせーの。金ブロンド B キューバーがでも B キューバーって何？そもそもレベッカとハッピーの青猫チャンネル。プルーじゃなかった。ハッピーだ。ハッピーの方だった。惜しくない？超似合っていいんじゃない？絶妙にハッピーってあれなんです。フェアリーテイルにも出てきてた青い猫ちゃん。はい、青い猫ちゃん。そうあれハッピーって言うんですけど子。はい、ハッピー。これがあれなのかな？これがコスチュームチャンネル中のコスチュームなのかね。ね、かわいい。猫系なんだね。ね。銃なんだ。あ、銃も戦うんだね、ちゃんと。ギルドに登録している冒険者であるが最近まで引きこもってゲームをしていたのでランクは低いもののゲームで鍛えた動体視力が高い射撃能力を誇り銃を持たせればヘッドショットも簡単に決めてしまう天才やねんか。天才やないかい。あれ戦うんだ。結構いい線いってない？うん、結構ねキャッキャ系はあってた。だいたいタイプ似てる気がする。ね。でもこの勝負はゲンさんが勝ちな気がする。圧倒的に圧倒的勝利じゃないこれ。圧倒的式。プルーは合ってるし。なんどこ当ててんの？プルーじゃねえハッピーの。ということで今回エデンズゼロやらせていただきました。右下でねやらせていただきました。楽しかった。はい、早く読みたい。ちょっとこの後もうすぐポチって読んで
そうもうね万全もう万の状態で全な状態でゲームを楽しんでいくので、皆さんも今からはい一緒にゲーム楽しんでいきましょう。行きましょう。それではご覧ください。どうぞ。さあということでエデンズゼロポケットギャラクシーかっけーやっていきたいと思います。お、もこうレベちらですねッタとしきくんがいるじゃない、はい、スマホゲーに見えないんだけど。いや 3D のクオリティもすごい高いし、うんキャラの再現がすごいのよ。ほらすごい。早速もうねメインストーリーはいやっていきたいと思います。ミリシラの後速攻読みました。読みました。面白かった。アクションが本当にかっこいい。そう真島先生の漫画マジでアクションがさ、うん、なんかっこいいしかっこいいし分かりやすいし、わかりやすいなんかごめんなさい変な視点になってすごいんですよ本当に。そしかもちょっとねこれ今から見ていきたいんですけど、ストーリーがね、う今までの真島先生の作品ではあまりなかったような感じのちょっとそわっとするようなシーンが多い。これどういうことみたいな。何これっていうねなんかワ場面がクワクするような伏線らしきものがねめちゃくちゃ多くて、そうちょっとドキッとするよね出てそうなんですよくるとね。漫画とかアニメ見たことある方はねもうお分かりだと思うんですけど、はいちょうどワイズが出てくるとこからやっていこうかなと思います。でもこれってあれでしょ、本編のストーリーをちゃんと一から分かるようになっていやるでしょ。そうなんだよ。本当にフルで全部出てるって感じではないけど、うんうんほぼほぼ分かるようになってる。おーほとんどメインのストーリーを追っかけてるしフルボイス、いやこの船自動でフルボイスだ、はいこんな感じで会話シーンも全部フルボイスですね。すごいかわいい。かわいいでも想像してた関係と結構近かったよね。ね。で見てこういう感じでマップを自分で移動できるのよねおー完璧に。しかもあれなんだね、もう好きなとこ行けちゃうんだね。いやそうなんだよね。で目的地もしっかり出てるんで分かりやすいです。ハローもしもし、牛乳届けに来ました。そんなどうでもいい用事できたんだ。人んちで何してやるお人んちってここなんかいい声がするよワイズ博士の家じゃん。知らない方だともちょっと分かんないと思うんですけど、ワイズ博士っておじいちゃん博士でレベッカの恩人なんですけど、ワイズ博士がいる惑星ノーマに来たんだけどもっていう今出たー。ワイズシュタイナーかっこよ。こういいてね。めえら誰めだっちゃかっこういう感じのねキャラクターなわけですよ。そうどういうことっていうとこから物語が始いまる。やそうよ、だってレベッカちゃんが知ってる博士ね、よおじいちゃんゃんの博士なのにすげえイケメンもうで出てきましたよ。イケメン博士出てきたやんっていう。さあ行きますよ。こうやってねフィールドを自在に移動してもうこれ戦うんだ。これで戦うと。おお。でこういう感じでオラ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 。スキルも使えるわけですね。そうすごいねシンプルな操作でちゃんとねアクション RPG してくれると。走り回ってさ避けたりしなきゃいけないもんね。そうなんです。おらんじゃねえぞ街の人に情報を聞いてみましょう。発売したばっかの新車だぜお、この車よく中古車ショップで捨て売りされてるやつじゃなかあらったっけ？あらあらあらら、何かが違う。確かにセンスが古くてダサいけど似てる新作とかじゃない？すごい辛辣だよハッピー。ねハッピーめちゃめちゃ辛辣。古くてダサいけどって気づいちゃいました。気づいちゃいました。いやマジでねこれ出たらもう急に SF じゃんと思って。ねえ、でもこういうそうここからの大好き。ちょっとワクワクしちゃうんだよねねさあ行きましょう。いけろ。おお。おチンピラどもがほらほらオラ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 。さあこうやってワンタップでやってくれるとレベッカちゃんが強いんだよ普通に見て見てしきくん受けるんだよこうやって。そう重力操作して受けるのよ。楽しい。ちょっとレベッカちゃんでもやってみましょうか。お、ほらほ来たー。許さんぜよ。らねえ。許せよ。そして奥義使ってみましょう。奥義おレベッカちゃんの奥義誰もいないさあ来たシビルお。スイビル。シビル戦シビル戦する？来た。来たー。でけえ。車があのサイズだからマジでけえ。あこういう感じね。あ、避けて避けて。強くない？ちゃんと避けましょう。あ避けられなかった。待って避けて避けて。あ、レベッカちゃんがやられた。お、こちらチキンじゃん。オーギー。あ、倒しちゃった。待ってお前あれレベッカちゃん今まさにこれなのまさにこの顔においちょっと今式の奥義をみんなに見せようと思ったのにさっき戦ってる最中にうんうん。ギリギリだったじゃないですか。お、スキルツリー。守りの壁。はいフィールド範囲内にいる味方の守りを上そ昇う。こういう感じでスキルをどんどん取得していくこともできる。まあちょっとまだここまでしかできないけどでいろいろこう装備が新しいの取ったので、うん。付け替えましょうと。これまあお任せ装備でもいいし自分で選んでもいいし。うんうん。しきくん髪型変わったよ。シキ君髪型変わってどうした？でも気合入ってるよ。そう今回マジでね見た目が変わるんですよね。これ超楽しくない？いやそうなのよ。どうやらね衣装がね100種類以上あるらしくてすごい。
真島先生オリジナルデザインコスチュームっていうのが実装おーされてるらしくて、うんうんまあ今始めるとサイバーコスってやつがもらえるらしい。今画像で出てると思うけど、私こういう機能大好きなんですけど。そうキャラの見た目変わんのがいいよね。さあこんな感じで来ましたよ。この状況をなんとかこれで出るわけですよ、エーテルギア。エーテルギア出ちゃう？ OS アップグレードエーテルドリアルタイム改造ってやばいな。推進力あ70%増加。さらに OS こういう能力なわけですよ。かっけー。え、すごすごいムービーシーンもちゃんとある。いねエーテル適合値チェック。システムオールフリー。いい子だ。え、コンプリート。完成。エーテルジェットオンライン。おマキナメーカーを使ってね、エマーテルギアキナメでーカ船をアップグレードしてくれたわけです。未来ではない。ー。そうで、2人の博士が今そう同時に存在するっていう謎の現象が起きてる。ね。なんで僕正直ここのエピソード読んだあたりから一気に面白くなってきた。そういうこと言われると弱いんだよな。いやね、この概念めっちゃかっこいい。こういうの好きなんですよ。そうこういうねガッチガチに SF 的な雰囲気の話を出してくるのよ。ね。はいということで今回ですねエデンズゼロポケットギャラクシーご紹介させていただいたんですが、はいやもうミリシラからやらせてもらって一気にエデンズゼロにハマった。このストーリーちょっと気になりそうだなと思ったらぜひポケットギャラクシーやったり原作にも触れたりしてみて、もうこの機にエデンズゼロデビューをしていただきたいなと。していただきたい。で今回ねさっきも言ったみたいに衣装が100種類以上あってね真島先生もノリノリでオリジナルデザインコスチュームもたくさん書いていただいてるみたいなんで、うんうん。ぜひぜひ概要欄からダウンロードしてみてはいかがでしょうか。着せ替えしたいのサピ。あそうですか。見て実はこれムラちゃんの衣装では小村ちゃん衣装をなぜかレベッカにも、も着せれると。そういうねえ、何それマッシュアップみたいな感じできるんですよ。え、何それ楽しい。まあこの後もいっぱい楽しいとこありますが続きは皆さんご自身のはい。目でお確かめください。私の心のオタクが喜んでいる。感じます。さあということで式グランベルを書いていきたいと思います。今回さやさんの出番ですよ。はいさやがねはい。僕は書かないんです。なんと見てください。トレースから、はいトレースから書いちゃうなんて。でもね、この後さやさんにはいある一つの悲劇が襲うんです。そう、気持ちよく G ペンでペン入れをしてるんですけど久々に、はい、いや今回ちょっと漫画らしい、漫画原作なので漫画らしく G ペンでね、ペン入れをしてみたんですよ。はいで、ほら、はいねちゃんと水に強いね。いやそうですよ、耐水性のインクをね、こうやってます。そして細かいところはこうペンではいやってマスキングして、ほらいざ塗り始め、うわーめっちゃインクにじむやんってなって、はいここ今気が狂ってるところですね。なんでだろうね。本当だよ。今までできてたのにいやインク劣化してたんかな。わかんないよ。そして一瞬だけドライヤーが挟まりましたね。はい、皆さんどこに挟まったんですか今。い見逃したの？ゲンさんともあろうものが。や見逃すよなんで今どこだった今ドライヤー。みんなは 0. 何倍速にして探してみてね。嘘でしょ。もう今回はねホルベインの透明水彩、今回はねというか最近はもうずっとこれなんですけど、それでもう最近太い筆にはまってしまいまして、太い筆でもジュワーってやるやつね。そうもう髪べしょべしょにしてやってるよ。楽しいのそれが、にじむのが楽しくて。でね、最後にねこうある程度塗り終わったらもう一色でベターってね、ぼかしていくっていうのがねなんか達成感を感じるよね。そして忘れていたようにズボンをかけ始めるね。別に忘れてたわけじゃないんだから、ちょっとベルトかけなくてなんかシャツだらしない子みたいな。そうなの、本当にしっかりベルト締めてるの。ごめんね。さあということで後ろのバッグはねちょっと僕が桜コスモをイメージして入れさせていただきました。いやーいいですね、おしゃれですね。ありがとうございます、ゲンさん。華やかになりました。いやもう元が華やかですからね。エデンズゼロポケットギャラクシーということでよろしくお願いします皆さん。宇宙に桜が舞ってるって、もいやしかもね原作がもう今ね全部読み終わったんですけど熱い熱いもん。も